確かにこの辺りも補修が必要そうだな。それでね、クオン、修理をしてもいい？それは構わんが、このようなことまでいちいちマリが手配していては手が足らんだろう。誰か他の者に任せておけ。クオン、マリね、前に駿府館にいた時はこういうこと全部みんなにお願いしてたの。それで結局こんなことになっちゃったから、今度はね、マリも知っておきたいの。駿府館がどうなっているのかとか、みんながどう思ってるかとか。全てを把握しておくというのは大変だぞ。分かってるの。でもクオンもできる限りのことはしてるでしょ。だからマリもやってみたいの。やれやれ。やれるだけやってみればいい。ありがとうなの、クオン。あ、ケンスケ様。なんでもないのです。それじゃあまたです。言っちゃったの。世話しないな。あ、兄上、アヤナを見なかったでやがりますか？ちょっとお話ししたかったんだけど、あなたから顔を見なくて。ならいいでやがりますが。それじゃあもうちょっと探してみるよ。ありがとう、お兄ちゃん。何ですか、ケンスケ様。そうなのですか。分かったのです。教えてくれてありがとうなのですよ。そうですね。いや、あのカズノはいつも変だろう。あるわけねえだろう。気になんならカズノに直接聞けよ。めんどくせえなあ。あ、お兄ちゃん、小屋社長にかよさんも。まだでやがります。松平の陣にも挨拶に行ったでやがりますが、留守だそうで。人手が足りないのは確かですが、アヤナが出ずっぱりになるほどでは。お母さんのこと気にしてるんじゃないかって。夕霧たちがそれを望んでたのでやがります。
アヤナがそんなこと考えるの変ですか？ノブトラが悪いやつだったのは知ってるですよ。マリ様の駿府を取り返すためでしたし、撃った後も後悔してるわけじゃないです。大将首を取るのは武士の一番の手柄ですし。でもそれでもノブトラは夕霧たちのお母さんだったですから。アヤナ、お母さんいないですし、死んだ時も殿を守って戦場で死んだから全然気にしてなかったです。それはクヤシャのお母さんも同じで、お母さんってそういうものだって思ってたです。なのに夕霧たちにどうやって顔を合わせたらいいのかわかんなくてです。ケンスケ様と話してたら前よりもっと頭の中ごちゃごちゃして、心の中がモヤモヤしてきちゃったです。それはそうですけど。出やがるよ、アヤナ。ちょっとケンスケ様。でもここで逃げんのはなしだぜ。そうだよ。ちゃんと話してみて。クヤシャ、それにカヨも。アヤナ、アヤナ、二人のお母さん撃ったですよ。撃ったんじゃないよ。お母さんを止めてくれたんだよ。二人はそれでいいですか？夕霧たちにできなかったことをしてくれやがったんだから、ありがとうでやがりますよ。だったら友でいてくれるですか？当たり前でやがる。兄上、いらっしゃりやがりますか？お邪魔で嫌がりますか？今日はありがとうでやがりました。アヤナのこと助かったでやがりますよ。それが大事でやがりますよ。兄上にはずっとお世話になりっぱなしでやがります。兄上はそう言ってすぐにごまかすでやがる。夕霧はとっても感謝してるでやがりますよ。けど本当に皆に世話になりっぱなしでやがるよ。かよにも雫たちにも、なんとか夕霧たちも皆にお返しをしたいでやがるが、上洛を手伝うくらいで精一杯でやがるよ。本当はアヤナたちとシュケとのこともなんとか口添えしてやりたいのでやがるよ。世が平和になっても、学問で世を治めようとしても、それで部の全てがいらなくなることはないでやがる。何よりあれだけの忠義の死を切り捨てるなんてありえないでやがるよ。とはいえ竹のことをどうこうは差し出口でやがるしな。
兄上、もしあの3人に何かあったら武田に預からせてほしいでやがります。姉上も薫もあの3人なら嫌だなんて言わないでやがりますよ。あ、夕霧の気の回しすぎでやがりましたか？承知でやがります。まあそんな日は来ない方がいいでやがりますが、兄上から嫁子を引き離したくはないでやがりますし。でもちょっと羨ましいでやがる。なんでもないでやがる。兄上、そうやってごまかすのうますぎるでやがるよ。するって兄上、勘違い？それはお願いするでやがる。